この動画を見れば AI エージェントが本番で落ちる本当の理由とその対策が丸ごとわかりますわ。本番で落ちる？それって AI が間違えるからじゃないのだ。そう思いますわよね。著者さんも最初幻覚を疑ったんですの。プロンプトを直しガードレールを足しましたわ。それで治ったのだ。全然針が動かなかったんですの。間違ったレイヤーをデバッグしてたからですわ。じゃあ本当の原因は何だったのだ？推論は問題なかったんですの。崩れてたのは配管、一番地味なレート制限、つまり呼び出し回数の上限ですわ。回数の上限？そんなのが原因なのだ。しかもこれは著者さんだけの問題じゃなく、今の LLM アプリの一番多い本番障害ですの。そんなわけで本日は誰も言わないデータ、なぜエージェントが壁に当たるか、即リトライの嵐、容量設計の道具まで完全解説しますわ。 AI が落ちる本当の理由知りたいのだ。お願いするのだ。まず誰も売り込み資料に載せないデータですわ。これが信頼性の考え方を変えますの。どんなデータなのだ？データドックが本物の LLM の記録を分析したら、レート制限エラーが失敗の巨大な割合を占めてましたの。3分の1？そんなに多いのだ。2026年3月で LLM エラーの約3分の1、件数にして数百万件規模ですわ。データドックは何で結論付けたのだ？失敗の主因が容量なら鍛えるべきはプロンプトでなく容量エンジニアリングだと言い切りましたの。モデルがバカなんじゃなくてリクエストが多すぎってことなのだな。まさにプロバイダが多すぎると言ってエージェントにその答えへの備えがないんですの。前にやったデモは嘘をつくって話ともつながるのだ。良い記憶ですわ。デモは1回1ユーザー、ハッピーパス。本番は同時実行、リトライ、不可だから化けの皮が剥がれますの。なぜエージェントはチャットボットより強く壁に当たるかですわ。普通のチャットは1ターンに1回呼ぶだけですの。エージェントは違うのだ。全然違いますの。一つのタスクがたくさんの呼び出しに膨らみますわ。1回が1杯に増えるのだな。1ユーザーの操作が10から40回のモデル呼び出しになりますの。しかも同時にリトライしながらですわ。その掛け算がエージェントの強みなんだったな。まさに。でもそれがレート制限に突っ込む原因でもありますの。計算すると容赦ないですわ。たった25タスクで上限なのだ。しかもこれはリトライ前の話。429が帰った時即リトライすると嵐になりますの。ここが本日の山場、リトライの嵐ですわ。次が一番面白いので、その前にここまで役立ったらいいねが励みになりますの。では本題へ。了解なのだ。429って何なのだ？リクエストが多すぎるという断りのエラー番号ですの。素朴な対応がこれを破滅的にしますわ。素朴な対応？429が帰ったら枠組みが即リトライしますの。そのリトライもまた429、一つのエラーが嵐になりますわ。断られたのにすぐ叩くから余計に詰まるのだな。まさに優雅に劣化せず天井を突き抜けますの。そしてここでサーバーレスが特に噛みつきますわ。サーバーレス？自動で増えるやつなのだ。クラウドランは負荷が来るとインスタンスを増やしますの。計算資源はちゃんとスケールしますわ。増えるならいいんじゃないのだ。それが LLM の枠はコンテナ数と一緒に増えませんの。だからもっと多くのエージェントが同じ枠に殺到しますわ。増やせるものと増やせないものを取り違えるって聞いて思ったのだ。これラーメン店みたいなのだ。あら、絶妙な連想ですわ。まさに人気ラーメン店の設備と同じ話ですの。ラーメン店の何が似てるのだ？厨房がどれだけ早く作れても客席の数とお湯を沸かす寸度の数という物理的な上限がありますの。行列が伸びたら店員を増やせばいいんじゃないのだ。
それが席は増えませんの。定員を増やしても回転は頭打ち。むしろ案内が混乱して全体が遅くなりますわ。人を増やしても設備が足りなきゃ意味ないのだな。そこですの。真のボトルネックは増やせる人手でなく増やせない設備の方にありますわ。増やせる人手と増やせない設備を取り違えちゃうのだな。まさにそれが命取りですの。人手を増やすほど限りある設備に客が殺到しますわ。あ、それってさっきのコンテナと LLM の枠と全く同じなのだ。見事につながりましたわ。増やせる定員、コンテナ、増やせない寸度、LLM の枠、ラーメン店もエージェントも設備が真の上限ですの。戻りますわ。では容量設計の道具ですの。どれも特別じゃありませんわ。一つ目が予算と配圧ですの。予算と配圧？本能はもっとリトライ、でも正解はもっと送らないですの。全呼び出しの前に同時実行の制限を置きますわ。このコードは何をしてるのだ？セマフォという仕組みで同時に飛ぶ呼び出しを8個までに抑えてますの。プロバイダの上限を超えないようにですわ。なんで上限より少なめにするのだ？自分だけがその枠を使ってるとは限りませんの。だから余裕を残すんですわ。枠が埋まったらどうするのだ？打ってリトライでなく並んで待たせますの。これがどんなリトライ調整より効きますわ。嵐から回復するんじゃなくて嵐を起こさないのだな。まさにそこが肝ですの。予防が回復に勝りますわ。2つ目がジッター付きの指数バックオフですわ。リトライするときは速でなく足並みも揃えませんの。足並みを揃えると何が悪いのだ？大勢のワーカーが同じタイミングでリトライすると雷鳴の群れ、つまり一斉殺到が起きてまた制限を引きますの。みんな同時に叩いたらまた詰まるのだな。だから待ち時間を回ごとに倍にしてさらにランダムなジッターでばらけさせますの。ジッターってばらつきのことなのだ。揺らぎですわ。ばらけさせると殺到が散って嵐が起きにくくなりますの。前にやった運用の決定機ともつながるのだ。慌てず順に対処なのだな。鋭いですわ。それにプロバイダがレトリーアフターを返したらそれに従いますの。何秒待てか教えてくれてますわ。当てずっぽうより教えてもらった方が確実なのだ。まさに推測するより言われた通りに待つ方がずっと賢いですわ。3つ目がフォールバックですわ。前にやった上流の考えと同じで全部に最強モデルはいりませんの。制限に当たったらどうするのだ？別のプロバイダや別枠の小さいモデルに逃がしますの。劣化した答えでも死んだタスクよりマシですわ。枠を2つに分けて使うのだな。4つ目は積極的なキャッシュですの。エージェントの呼び出しはほぼ同じものが意外と多いんですわ。同じものは覚えておけばいいのだな。一番安いレート制限エラーはそもそも送らなかったリクエストですの。送らなければ当たりませんわ。5つ目は容量を見える化することですの。見えないものは設計できませんから。前にやった集中治療室のケーキの話ともつながるのだ。良い記憶ですわ。モデルが間違ったとプロバイダが断った。おお、ログで分けるのが一番効きましたの。振り返りますわ。エアーエージェントが落ちる主因は厳格でなくレート制限という容量の問題でしたの。ラーメン店みたいに増やせる人手と増やせない設備を取り違えちゃダメなんだったな。著者さんの一番の教訓は LLM の枠を CPU でなく DB の接続プールのように共有で有限で増えない資源として扱えですの。そう考えると AI の問題でなく分散システムの問題になるんだったな。本日の元ネタは Dev2 の P0 ルトさんの記事ですわ。リンクは概要欄にありますの。明日からのおすすめは自分のエージェントのエラーログでモデルの間違いとプロバイダの断りを分けて数えてみることですわ。エラーを種類で分けるだけならできそうなのだ。皆さんは
ヘアヒエージェントの信頼性で聞くのはより賢いモデルだと思いますか、それとも容量の設計だと思いますか？コメントで教えてくださいまし。僕は容量の設計派なのだ。完璧な AI でも枠を超えたら429だって分かったのだ。鋭い結論ですわ。さて、動画の合間の最新情報は概要欄の一番下の X からお届けしてますの。本日もご視聴ありがとうございましたわ。面白かったらチャンネル登録お願いするのだ。また次回お会いしましょうわ。バイバイなのだ。